こんにちは、みくらです。10日間で城下町を作るチャレンジ。6日目始めていきますね。今回は温泉作りの後編ということで、露天風呂と温泉の離れを作りますね。まずは前回作った内装を一部振り返りつつ、今回作る露天風呂と離れまでの動線をご紹介しますね。正面はフロント。手前のエリアの湧き潰しをまだしていないので、ゾンビによく狙われています。こちらは売店。この地域の特産品や地酒が売られているらしいです。お客さんも配置したいのですが、NPC は統合版限定なのですよね。Java 版にも実装されんかな。こちらは脱衣所。露天風呂へのルートは後でご紹介するとして、まずは離れへの動線のご紹介。前回、左右に伸びたこの長い廊下をそのままにしていました。従業員用の倉庫などを作ろうかとも思ったのですが、せっかくなので離れへつながる通路にしてしまいますね。窓を壊したこの先、こちらのエリアを離れにしますね。温泉の裏手のこちらは露天風呂にします。最初にここから作ろうかな。遠くからこんにちは。露天風呂、作っていきますね。せっかくなので大きく作って、露天風呂部分は混浴にしてしまおうかとも思ったのですが、男女で分けてもそこそこ大きな土地だったので、竹系のブロックで区切ってしまいますね。ということで表皮を剥いだ竹ブロックと、竹細工のハーフブロックを組み合わせて、お風呂の目隠しにしています。上部のハーフブロックは湧き潰し目的もあるのですが、竹ブロックの断面が並ぶと、集合体恐怖症の私はちょっと苦手。このままだと不格好なので、周りに竹を生やしています。よりは風建築らしくなるかな。まずは壁沿いにペールオークの外風呂を作ります。大きなお風呂をドーンと作りたいところなのですが、この地域は雪が降る関係で、お風呂が凍ってしまうのですよね。そのため、すべてのお風呂に屋根が必要なので、小さめのお風呂が複数ある感じに作ろうと思っています。火の消えた焚き火はお風呂へのスロープのつもり。全部ペールオークで作ってもつまらないからね。室内風呂を石系ブロックメインで作ったので、雰囲気が変わっていい感じになるかな。お風呂が凍る前に屋根を作ってしまいますね。ところで階段ブロックで囲んだお風呂。普通の水よりも凍るのが遅い気がするんですが、仕様ですかね？プロクラフターを名乗っていながらこの辺の仕様全然わかんない。ペールオークのフェンスと石レンガの塀で柱を作ったら、焚き火で屋根を作ります。メラメラうるさいので倍速。なんだか柱の割に屋根が重すぎる気がする。ということでペールオークのフェンスゲートで補強していきます。横にも柱がある強固なイメージです。前後の柱の中央はペールオークのフェンスを使って、ランタンをぶら下げています。白一色だと味気ないし、頭皮のトラップドアでも装飾しとこ。隣に開けておいた小さなスペース。こちらはタオルなどの小物が置けるコーナーにしようと思います。温泉に行ってタオルの置き場に困るの。私だけじゃないはず。こちらは水を張らないので屋根をつける必要がないのですが、なんとなくこういった場所に雪が積もるのが嫌なので、雰囲気で屋根をつけておきます。着替えスペースとして使う場合は、さらに高さを下げるのですが、あくまで小物置き場なのでお風呂から見通せる高さにしますね。反対側にももう一つお風呂を作ります。こちらは丸石の露天風呂にしますね。丸石は和風のお風呂を作るときにぴったりの見た目で好き。土台代わりの砂利をひっぺがして丸石に張り替えます。焚き火も仕込んでおこ。
体の雰囲気も見たいので、先に水を入れますね。もうすぐ凍る。お風呂へのスロープは、焚き火で作ります。これは全お風呂で統一しています。丸石と焚き火の組み合わせも、悪くないなぁ。周りを焼き石のハーフブロックで、囲みます。先日マイクラ好きの知人と、話していた時に、焼き石って何？と言われて驚愕。今、焼き石って言わないの？いつから？いつの間にか松本牛になってたなぁ。とギャップを感じつつ、お風呂の形ができてきました。丸石の階段、ハーフブロック、塀を、組み合わせています。ランタンは塀の上に乗せとこ。せっかくなので真ん中にタルト、シーピクルスを置いて、温泉で飲めるお酒っぽくしてみます。のぼせやすくて最近の温泉ではあまりやっていないらしいんですけどね。ロマンです。こうしている間にもお風呂のお湯がどんどん凍っているので、全部凍ってしまう前に屋根を作ります。柱の素材は頭皮の原木とフェンス、新双岩の丸石の塀です。形自体はペールオークのお風呂の屋根とは大きく変えず、頭皮のハーフブロックで屋根を作って、頭皮のフェンスとフェンスゲートを使って横向きの柱にしますね。頭皮のフェンスからはランタンをぶら下げておこう。先ほどの知人に言わせれば、私は頭おかしいくらいのマイクラ好きらしく、そんなことないのになぁ、と思っていたところで、先日パソコンが壊れまして、新しいパソコンが届くまで、1週間ほどマイクラできなかったのですよね。その時に禁断症状が出て、マイクラ、となっていました。マイクラがないとダメな体になっちまったよ。僕は、デスクトップ用のパソコンを新調したばかりなので、すぐに買う予定はないんですけど、今回みたいにパソコンの調子が悪い時用や、帰省した時用に、サブでノートパソコンを買おうか、マジで悩んだ。私が狂っているんじゃありません。マイクラが面白すぎるのが悪い。こちら側を竹で装飾します。内風呂のすぐ前です。小さなスペースではありますが、こちらにもこじんまりとしたお風呂を作りますね。小スペースでのお風呂作りは、トラップドアが優秀。小さいお風呂だし屋根は作らなくていいや。反対側にはメンテナンス用のドアを作っておきます。この後さらに塀で囲むので、セキュリティもバッチリ。続いて門を作ります。このままだとモンスター襲来し放題だからね。頭皮の原木をベースに作りますね。建物の大きさに合わせて、し
試行錯誤しながら作ってみました。屋根などの繰り返し作業の場所は全カット工法です。これからさらに隣に塀を作っていきます。素材は門と統一感を持たせるように、柱は頭皮の原木を使用しますね。壁にはマングローブの板材と階段とフェンス、磨かれた戦力岩を設置しています。塀の1パーツはこんな感じでいいかな？露天風呂がある方に裏口を作りました。塀と繋げていても違和感のない門デザインにしています。窓からいい感じに景色が見えるように、植物をたくさん植えておきますね。大きな多くの木からランタンをぶら下げるのが好きなのですが、完全にランダム生成なので、四苦八苦しています。大きなオーク、サバイバルだと困るんですけどね。切りにくいよね。こちらは最初にご紹介した、離れへ行くための道です。先ほどの従業員専用のメンテナンスの門よりも大きめに作ってみました。VIP が泊まるところなので装飾も豪華にしています。これで正面の門、メンテナンス用の裏門、こちらの離れ用の門を作ったので、塀も完成です。本日3つ目の建築。離れを作ります。温泉の本館や塀とは、素材を変えて、柱は樹皮を剥いだダークオークを使用しています。壁や床もペールオークを使用して、違った雰囲気の建物にしますね。内装を作ります。今回は露天風呂なども含めて、建築量が多いのですが、離れ自体は小さな建物なので、内装を作っても1日で作りきれそう。ちょっとだけ建築スピードが上がった気がします。最近パソコンの買い直しついでに、地味に不具合のあったマウスも買い替えました。おかげでサクサク建築が進みます。さっさと買い替えればよかった。私の建築スピードが上がった気がするのは、気のせいかもしれません。とお話ししている間に出来上がりそうなこちらの部屋はトイレです。クォーツと鉄のトラップドアで、白を基調としたトイレにしてみました。ペールオークともよく合っていていい感じ。続いて隣の部屋。こちらは寝室にします。ダブルベッドを2つ並べて、ツインルームにしますね。和風建築らしくお布団にしようかとも思ったのですが、ペールオークのフローリングがいい感じなので、ベッドもこんな感じに作ってみますね。今回は温泉の離れなのでこんな感じにしていますが、いつか寮みたいなデザインも作ってみたいな。学生寮みたいなロフトベッドを並べたり、お城の騎士さんの寮とかも
作ってみたいです。私が寮に入ったことがないので、ちょっとした憧れです。そのうち大きな学校建築でもしようかな。ハリポタみたいに寮ごとにテーマカラーを変えて、内装を考えるの、週に心がくすぐられます。2階を作ります。余裕をぶっこいて1階の内装を作っていたら、思ったよりも時間がなくなってきました。2階の内装は一旦見送って、先に外装を完成させてしまいますね。いけると思ったんだ。1日でいけると思ったんだ。屋根を作ります。先にたるきを作っておきますね。素材は火を消した焚き火です。屋根の素材は石系ブロックを組み合わせます。石、安山岩、石レンガのハーフブロックをそれぞれ組み合わせて、年季の入った瓦みたいにしてます。道路の素材にも使っている建材なので、大通り沿いの建物では素材が被らないようにしていたのですが、こちらは温泉の離れで大通りからは遠く離れているので、いい感じに瓦として使えそうです。屋根の形は入りもや屋根にします。今回は3つの石ブロックを組み合わせていますが、もうちょっと複雑な見た目の瓦屋根にしたい場合は、同系色の磨かれた安山岩や丸石を使用してもいい感じになると思います。今回は複雑すぎる作りにすると、1日以内の縛りをオーバーする気がするので、3つに絞りました。組み合わせを考えて設置するの、楽しい。屋根裏はこんな感じ。瓦屋根を支える梁がまだないので、作っておきます。西洋建築をするときは、屋根を軽めの素材の木材を使用することが多いのですが、和風建築はその使用上、どうしても石系の屋根になってしまうのですよね。重い屋根を支える梁、胸がないとなんだか気持ち悪いので、全カット工法している建物でも、ここだけは柱をしっかりめに作っていることが多いです。屋根ができてきたので装飾をプラスしていきます。瓦屋根を3種類の素材に抑えたことで、まだのっぺりしている気がするので、滑らかな石ブロックとハーフブロックを組み合わせて屋根を縁取ります。1階は鎖研いで装飾しますね。ホッパーと鎖を組み合わせて作ります。続いて離れのお風呂を作ります。離れに宿泊するお客さん専用の小さな温泉です。内装を作る時間はあんまりないんですけど、これはさすがに作りたいので、慌てて制作しているよ。ヒノキのお風呂が好きなので、頭皮のトラップドアを使ってそれっぽくしてみました。どうかな？安山岩の階段は排水溝をイメージ。砥石の装飾は温泉が出てくる蛇口をイメージしています。トラップドアを横に並べて、お風呂の蓋みたいにしてもそれっぽくなるよ。
最後に塀で囲みます。いかつすぎてもあれなので、簡易的な塀です。下の葉っぱは頭皮と奥の葉っぱを使用。葉っぱの下に光源を隠してもよかったのですが、サバイバルモードではないので、今回はいいかな。道をつなげて、不自然じゃない程度に木や草を植えたら、離れの完成です。全体を上から見るとこんな感じ。同じ要領で建物を増やしました。屋根の形や木の種類など、一部の装飾に手を加えておりますが、作りはほとんど一緒。前回の最初にひっぺがした雪を元に戻します。ありのままの姿見せるのよ。いい感じに雪を積もらせたら、前回から続いた温泉建築の完成です。5日目に続いて、6日目の今回は露天風呂と離れを作ってみましたが、どうだったかな？今回で10日間チャレンジも折り返し始め、だんだん城下町っぽくなってきました。次回もよろしくお願いしますね。ご視聴ありがとうございました。